皆さんこんばんは、アジアの音楽シリーズ第2回ということで、先週はイランの音楽の、理論的な側面をお話ししましたけれども、今日は、演奏をメインでお届けしたいと思います。ただし演奏ばかりをずっとやっててもやっぱりちょっとよくわからない音楽なのかなっていうこともありますし、適宜解説を挟んでいきたいというふうに思います。まず最初前半はですね、シュール戦法と呼ばれる、音階ですね、それをメインに、皆さんにお届けしたいというふうに思います。
はい、今、シュール戦法の演奏をさせていただきました。ちょっといくつかの部分に多分分かれていたということに、お気づきになられたかなと、期待してるんですけれども、ちょっと緩やかな拍がある部分ですよね。なんか、例えば、こういった形で緩やかな拍がベースになっている部分もあり、そんな拍が今度ははっきり感じられない、先週お話ししたところの詩のリズムが、そこに介在していて、一般的にはフリーリズムっていうふうに呼ばれる、その2つの部分に分かれているというのを感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。でこれはこれからも拍のある部分が来たり、拍がはっきりしない部分が来たりっていう、サンドイッチのような形で、これからも続いていきます。でもう一つ重要なのはですね、今演奏したフレーズは完全に誰かの作曲というには言えないものです。伝統的なメロディーをある意味寄せ集めてるというか、シュール戦法を演奏するぞって言った時に、必ず必要になってくる伝統的なメロディーが、この演奏の瞬間に思い出されたり、で拍がある部分に関しては基本的に僕がちょっと今回作ってみました。で伝統的なメロディーっていうのがいくつもその中に含まれているわけです。例えば基本的にこの音を中心に音楽が回っています。それがこういう部分ですよね。で次にちょっと強調される音が上がっていきます。でさらにはさらにはさらにはこれが一番の盛り上がり部分です。そこからまた元の雰囲気に戻っていく。先ほど演奏した曲の中にもすごく小さな規模ですけども、これが実現されています。で今から、本格的に音楽を展開していくんですけども、今言ったようなこの変化の流れと元にまた戻っていくっていうのがよりちょっと規模が大きめになって展開されていきます。じゃあそれをちょっと演奏したいと思います。また途中で止めるかもしれませんが、より音楽が展開していく部分とまた元に戻っていって、で最後までいこうかな。で、元に戻ってきたら今度全体を締めくくる形で拍がはっきりしている曲を1曲弾きます。その中にも上昇してまた元に戻ってくるという変化が見られますので、ただ単に音楽を楽しむということでも全然結構なんですけれども、少しそのあたりの楽しみ方といいましょうか、そのあたりも少し注意を払って、興味ある方は聞いていただけますと幸いです。
はい、今でですね、シュール戦法の、一つの流れの、一つのバージョンといいましょうか。そんなには長くないです。多分30分もなかったと思うんですけれども、実際にはソロ楽器だけではなくて歌が入ったりとか、いろんな楽器と組み合わせながら、もうちょっとバリエーションを加えてですね、パーカッションもね本当だったら入るともっと楽しいんですけれども、関西地方ではなかなか共演者が見つからないという事情がございますので、はい、こんな感じです。どうでしょう。もう一気に最後までいっちゃいましたけど、こういうシュール戦法のすごくベーシックなところからで、ちょっと調律1個戻し忘れてたんですけど、音が上がってます。で
さらにで元に戻ってくる。今シュール旋法に戻ってきました。シュール旋法のベーシックなところに戻ってきました。こういう流れが一曲の中でも実現されてますし、30分とか1時間というものの中でも実現されています。これがイラン音楽には12種類の旋法があるんですけども、各旋法につきそうですね30、40程度ぐらいのそういった伝統的なメロディーがあって、それを伝統音楽の世界に入門する人は必ず最初丸暗記しなければいけないわけです。で今度丸暗記した後、今度は自分のバージョンを弾きなさいというふうに言われるという、そういう外国人にとっては辛い状況にもなったりするわけですけれども、はい。でこれがいわゆる結構伝統的な形の音楽ということになります。で当然ですけど、伝統音楽という言い方をしても、昔のままただただその昔のままの状態で止まっているというわけでは決してないので、そこにはコンテンポラリーなものとか伝統的なものをベースにしながら、より新しい試みをしていこうっていうようないろんな営みがあるので、ここからは少し、シュール旋法以外のものも弾いていきたいと思いますけども、ちょっと新しい毛色のものも弾いていきたいというふうに思いますが、何か質問等来てませんでしょうか。大丈夫ですかね。はい。ぜひ質問をお寄せください。そうですね。じゃあガラッとね変えちゃうのもいいんですけど、ガラッと変えると、ガラッと今変えるっていうのはいわゆる西洋音楽にこうグッと寄せるようなものもあるんですけど、今度寄せちゃうとですね、皆さんの耳がそっちにあまりにも慣れちゃって、今度イラン音楽聴いた時にすごく変に聞こえるという状況もあるかもなという、ちょっと懸念もありますので、じゃあ思いっきり西洋的なものはまた最後に置いておきます。じゃあちょっと伝統的なものをベースにしながら、新しく作られた作品というのを、シュール旋法に近いものからちょっと演奏してみたいというふうに思います。
はい、これはですね、先週、ちょっとクルド系の一家として紹介したカムカールファミリーの、一番若い世代である、スヤバシ・カムカールという人の作曲による、サントゥール独奏曲です。で、メロディーの中に、音楽の中に伝統的な要素も当然含まれているんですけども、ちょっとですけど和声の感じがやっぱりあったんじゃないかなというのを思います。これはイラン音楽には本来和声的な要素っていうのはもともとはないので、でもそれを少しこう入れつつ、ただ和声といっても微分音を避けずに微分音も大胆に和声の中に組み込んでいくので、西音楽の和声に慣れている人にとってはちょっとこう不思議な響きに感じられたかもしれません。ただ前半のあれに比べると明らかに何て言うんでしょうかね、人によってはこっちの方が聞きやすいっていうような向きもあるだろうというふうに思います。これも伝統音楽の一つのありようになります。はい、じゃあですね、次はちょっと違う戦法を弾いてみましょうかね。今までは、シュール戦法系を弾いてきたので、ちょっと毛色を変えてマーフールと呼ばれる戦法を弾いてみたいと思います。マーフールと呼ばれる、ちょっと調律変えますね。調律が変えそびれると曲の途中でも手遅れになってしまいますので、ちょっと念入りにチェックしながら変えます。はい、じゃあ、マーフル戦法から少しちょっと演奏してみたいと思います。これも伝統よりかな。でもちょっと伝統の完全に寄ってるわけじゃなくて、ちょっとコンポジション的な要素もありますけども、伝統にある程度は従っている、無拍の部分と有拍の部分になります。
はい、今演奏したのは、先ほどはシュール戦法っていうやつでしたけども、今はマフール戦法です。はるかに分かりやすいかなっていうふうに思います。つまり、要するにメジャー音階に非常に近いわけですけど、ただこれでこのマフール戦法全てが分かりやすいかっていうとそうじゃなくて、先ほどのシュール戦法みたいにいろんなメロディー、伝統的なメロディーがいくつもこの後連なってくるわけですよね。でその連なってくる中にはこれです。ビブ音入っていきます。このビブ音が含まれるメロディーがこの後ちゃんと続きます。で今の1曲の中にも入ってましたよね。ちょっとコードの話をしすぎてるかも、ちょっとややこしい話をしすぎてるかもしれませんけれども、入り口としては非常に耳なじみのいいキャッチーな音楽なんですけども、途中の方ではビブ音がたっぷり入ってきます。で今度ビブ音がそれ入ってくることによってそれを一つの橋渡しにしてシュール戦法に変化したりとかいうような、そういう技もあったりします。でもそれは今回はなしでした。いかがだったでしょうか。なかなか調律をね、本当は普通のサントゥールだったらこんな風にパッと変えれないんですよ。これは実はイランのサントゥールではあるんですけども、イラン製ではなくてカナダ製です。でちょっとこちらからのカメラにちょっと切り替えていただけたらと思うんですけども、こういう風にイラン産のサントゥールにはまずないようなとてつもない大げさというか必要なんですけども、とてつもない機構がついています。これによってですね、自由自在に調律を変えることが可能になっています。これも10年ぐらいですかね、ようやく。でイラン外でこれも開発されて、生み出されて使われるようになっています。ただしイランの中ではやっぱちょっとなかなか広まらないですね。いろいろ事情があるんだろうと思います。すみません、もう目が悪いので見えないんですけど。質問が来ております。じゃあ質問、はい、どうぞ。まず感想がうっとりと聞き惚れてしまいました。ありがとうございます。感想が来ております。そして質問なんですが、戦法を選ぶ場合、時刻や季節で違えるのでしょうか。先週少しお話しした通り、ベーシックにはこれは朝のものであるとか夜のものであるっていうようなことはあるんですけども、ほとんど午後から夜って言ってしまっていいかなっていうふうに思うんですね。で実際にはもう詩の内容、そこで同時に歌われる詩の情緒の方が優先されるので、戦法そのものが時間をすごく支配してるっていう感覚はだいぶ薄れてきてるんではないかなというふうに私は感じております。もう一つはい、質問が来ております。イラン音楽には和声的な要素がないということでしたが、先ほどサントゥールを声楽と合わせたりするというお話もありました。その場合もサントゥールと声楽は和声的な関係を形成しないということでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ベーシックなありようであれば歌も楽器も全部同じメロディーラインを弾きます。で、同じメロディーラインだけだと、一瞬響きとして面白くないんじゃないかっていうふうに思われるかと思うんですけども、6,7種類の器楽に歌が入りっていうようなことになると、で音域もそれぞれ違う楽器が同時に演奏するわけですから、そんなに地味というかつまらない感じは私は個人的にはしません。ただしやっぱりそこに対してもう少し新しい変化を求めたいっていう人は当然イランの中でいるわけで、そこにわずかな和声的なものであったりとか、例えば先ほど演奏した曲の中でこういうようなフレーズが出てきましたよね。こんなフレーズは伝統音楽には絶対出てきません。だからこれも言うならば分散和音と言いましょうか。ピアノだったらね指の数ジャーンといろいろ弾けるわけですけども、サントゥールは、厳密なことを言えば同時に2本しか当てられませんよね。だから
こういうような形で、和音の代わりにアルペジオというか分散和音でもって昔とは違う伝統的なものとは違うような味わい付けをするっていうのは行われています。だから今例えばイランに行って耳にする音楽っていうのはもちろんすごく古いタイプのものもあるでしょうけども、そこに今風のやっぱりアレンジというか工夫を施したものがほとんどだろうというふうに思います。はい、以上ですか。はい、じゃあ、次最後の曲でもよろしいですかね。はい。一つじゃあ、コンテンポラリーなものを少し弾いてみたいというふうに思います。コンテンポラリー、いろんな意味でコンテンポラリーなんですけど、つまり和音も和音的なものも申しますし、微分音ありません。微分音使いません。そういう曲をちょっと弾いてみたいと思います。
はい、明らかにコンテンポラリーな感じが、これももう結構前の曲です。そうですね、80年代後半ぐらい、1980年代後半ぐらいに作られた曲で、結構コンテンポラリーな作品の走りと呼ばれているものです。右手でね、右と左手で明らかに和音というか、そして片っぽがメロディーっていうような、今までのサントゥールというかイラ音楽にない構造です。もともとでそれをイラ音楽サントゥールで弾こうとすると、弾き手の左側でメロディーをやらなきゃいけないというサントゥール奏者泣かせの曲ということになります。でもそれがもうこういう腕使いが一般的になってきてる。だから伝統音楽って言っても本当に中でいろんな変化が目まぐるしく起きているということの一つの、これも例かなというふうに思います。はい、では時間はちょっとそんなには長くはないですけれども、太鼓等あればもっと良かったんですけども、このような感じですがいかがでしょうか。何か質問等あれば今でしたら即座にお答えできますけれども。ないですね。わかりました。はい、今の曲は全部楽譜に書かれてる。今のは楽譜がありますね。楽譜がない。ありますあります。最後のやつですよね。はい、ありますが、作曲者が長い間公開してませんでしたので、つい4年ぐらい前に作曲者がようやく出しました。バチ使いがわからないと弾けないんですよね。今までの伝統音楽のバチ使いでは、音だけではどういうバチ使いでやったらスムーズにそれが弾けるかっていうのがどうしてもそれ以前の知識が使えないようなタイプの音楽なので、長く楽譜にはこの音はこのバチでみたいな指示がある。一応楽譜にはそんなにはないんですけど、その先生のところに習いに行ったら教えてもらえるっていうような、そういう感じですかね。すいません、読めないので。はい、どうぞ。はい、ピアノを弾いているものからすると右側の音域が低いことが新鮮です。手元を拝見すると音域的に右、真ん中、左と3分割されているようなのですが、それぞれ弦の太さなどが違うのでしょうか。はい、じゃあちょっと楽器の解説をしたいと思いますが、ちょっとお待ちください。どれぐらいちょっと見えるかどうかっていうのは不思議なんですけど、ちょっとカメラの切り替えをお願いできますか。ですね、ちょっと分かるかどうかちょっと不安なんですが、白っぽい弦と黄色っぽい弦の2種類が実はあるんですね。はい、白っぽい弦と黄色っぽい弦の2種類があります。でまず黄色っぽい弦だけ見ていただきたいんですけど、ちょっと難しいかもしれませんけど、こちら側をメインにして黄色というか茶色の弦だけを見てほしいんですけども、全ての弦は4本1組になって駒の上に乗っかってます。4本1組になって駒の上に乗っかっていて、それが同じ音に調律されています。で黄色というか茶色っぽい弦は全てこちら側の駒の上に乗っかっています。奏者側からすると右側の駒の上に乗っかっています。そうすることで低音を形作っています。皆さんの方からが奏者側になります。今わざとこの楽器を私逆に構えてますからね。だから低音、手前側の低音からいくとこういう形になっています。これが今茶色もしくは黄色っぽい弦の説明でした。じゃあ今度その茶色っぽい弦とか黄色っぽい弦というのを完全に忘れていただいて、今度は白っぽい弦だけ見てください。で今度白っぽい弦というのはこちら側の駒の上に全部乗っかっています。これも先ほどと同じく4本1組で同じ音に調律されて一つの駒の上に乗っかっています。でこれも奏者の手前側からすればこういうふうな音階になってますが、先ほどの茶色の弦と違うのは、ちょっと弾いていただけますか。
弦全体の長さを1対2で割るところにこのコマが来ることによってオクターブの関係を作っています。なので最初の茶色い弦が低音側をだいたい1オクターブぐらいカバーしている。この真ん中の1オクターブをカバーしている。で同じ弦なんですけどもコマの反対側でもってさらに1オクターブをカバーしているということで全部で3オクターブになります。ただしピアノのように半音階は出ません。なので本当は半音階が欲しければいちいちその都度調律しなきゃいけないんですけどもこの楽器は特殊なこういう機構がついているので一応即座に合わせられるってそういうことになっています。だから今皆さん側からすればこちら側が右手の低音になりますよね。でこちら側が左手側の高音ということになります。でモダンというかコンテンポラリーな曲を弾く時っていうのは、メロディーが高音部であることのがもちろん多いわけですから左手でメロディーを弾く必要が出てくる。それはかつてのサントゥールの体の使い方には全くなかったというような使い方ということですね。ただそれは特殊ではもう何でもなくてもうみんながそれを当たり前のように今は演奏するそういう事態になっています。はい、以上です。もう一つはい。質問が、最後に演奏した曲について、この曲は結構ポピュラーになったのでしょうか。日本人には聴きやすい感じがしましたという。はい、これは、今ふっと思い出しました。1986年発表のアルバムでした。で、先週一番最後にカムカールファミリーっていうのがクルドからすごくイラン全土に対して影響力を持つようになったっていうお話をしましたけどもその中の一人のアルダバン・カムカールというサントゥール奏者が、17歳ぐらいの時に発売したアルバムです。それがですねもう早回ししてるんじゃないかっていうくらい僕そこまでの速さでは弾けないです。手がおかしくなっちゃうのでとてつもない速さで演奏したことによって知らない人はいない曲です。この曲はもうイランサントゥール奏者はまず 100% 知ってますしサントゥール奏者以外でもその奏者の名前アルダバン・カムカールというものの存在は知ってますしでビブラートとかポルタメントみたいなものを出せないがゆえにかな気学的な側面っていうのをすごく強めていったっていうこれは僕の考え方なんですけどイランのサントゥールっていうのはインドのサントゥールに比べると気学的な側面をすごく強めていったっていうふうに感じるんですけどもその功績っていうのはやっぱり誰もがイランで認めていますしとてつもなく有名な曲であり有名な奏者であります。ありがとうございます。上がっている質問は以上です。はい。これで締めてよろしいんでしょうかね。はい。では皆さん音質の方はいかがだったでしょうか。専門のスタッフの方についていただきまして全然違う音質で皆さんにお楽しみいただけたのではないかなというふうに思っています。やっぱり初めて聴いた楽器であってももちろん初めて耳にした楽器であってももちろんそれなりに楽しめるだろうとは思うんですけどもやっぱりなるだけいい音で聴いていただきたいというのもありますしZoom ですとやっぱりとてつもなく音質が劣化しますので、今回ステレオ配信ですよねこれもね皆さんにお楽しみいただけたのではないかなというふうにもしお楽しみいただけたんでしたら非常に嬉しく思っております。はい、ではありがとうございました。また来週以降シリーズもので、次は中川博さんの、講義そして演奏そして最終的には対談という形に、させていただきたいと思いますので引き続き、お楽しみにしていてください。ありがとうございました。